されども、シェフのジョージロです。どうですか皆さん、元気にされてますか？もう外がね、連日クソみたいに暑くて、クソなんて言っちゃダメですね。とてつもなく暑くてですね、困ってるんですよね。まだ7月にもなってないっていうのにね、ちょっと暑すぎですよね。これは東京の話なんですけどね。皆さん夏バテには十分ご注意ください。そんなわけで今日はですね、夏バテに防止になるかはちょっとわからないんですけども、フランス料理のクラシックなソースの一つを紹介していきたいと思います。紹介というか、僕がただ食べたいだけなんですけどね。すいません。サーモンのムニエルとソースグルノーブルという一品を仕立てていこうと思うんですけども、このグルノーブルというのがですね、フランス南西部のローヌ・アルプ地方の都市の名前で、ムニエルにした魚にケッパー、レモンの角切り、クルトンを添える地方料理が俗にグルノーブル風と言われています。このソースはですね、焦がしバターを使うので、それなりのバターの量が必要になるわけです。なのでムニエルにした魚、これで使うバターをそのままソースにしていくのが効率的なんじゃないかななんて思う今日この頃であります。この酸味を基調としているソースなので、酸味が苦手っていう場合でなければ、このソースは非常に、おすすめです。どんな魚にも合うと言っても過言ではないと思いますしね。またフォンドボーやジューをベースとした手間暇かかるソースじゃないっていうところが個人的にはすごくいいなって思ってますね。事前に仕込んでおくものがないので、その場でパッと作っていけるような感じです。こういった作り置きをする必要がない料理をフランス料理の用語でアラミニュットって言うんですけども、直訳するとたった今とかちょうどっていう意味になるんですけど、料理においては作り置きしないでその場で仕上げていく、出来たてというような意味合いで使われることが多いと思います。フランス料理の厨房で働いてる人なんかはね、もしかしたら聞いたことあるんじゃないですかね。シェフだったり先輩の料理人の方から、アラミニュットで仕上げていくぞとか、それはアラミニュットだとかって、そんな感じですね。このレモンはあまり小さくせず、お好みなんですけども、果肉を感じられる程度の大きさにカットしておく方がいいと思いますね。あとは果肉の部分に余ってるジュースもしっかりと絞り取っておくのが、このソースを作る上で非常に大事です。足りなければね、ポッカレモンを使いましょう。そしてアンチョビを使うか使わないかというのは分かれるところだと思うんですけども、あったら魚の旨味っていうのがより一層感じられて美味しいソースになると思います。そして私が朝食の時によくお世話になります、超熟のパン。これでクルトンを作っていきます。グルノーブルといえばクルトンは外せないのでね。皆さんも朝パンを食べるといえば超熟で間違いないですよね。ここからはフライにしていくんですけども、本来であればバターをね、結構大量に使ってクルトンをフライにするんですけど、そうするとね、やっぱりちょっと現実的ではないので、お家でやる場合はサラダ油でも何でもいいので、そこにほんの少しバターを加えてバターの香りを移してあげるっていうやり方でもいいんじゃないですかね。そもそも油で揚げたくないとか、油をあまり大量に使うともったいないっていう場合は、オーブンレンジとかでカリッと焼き上げるのも手です。お好みにアレンジしましょう。
そして事前に塩を打っておいたサーモン、ずいぶんね水が出てきましたね。この水分はしっかりと拭っておきましょう。例えばこれで、今日食べないで保存したいっていう場合もですね、脱水締めは非常に有効です。これをすることによっていい状態で保存が可能になります。まあ物によると思うんですけどね、3、4日から5日は美味しい状態で保存可能になると思います。この血合いのところは無理に外さなくても全然いいと思います。僕はね、ほらあるじゃないですか。わかりますでしょ？そして小麦粉はムニエルにする上では欠かせないので、しっかりと準備しておきます。カメリアを使ったんですけども、あまりね深い理由はなくて、カメリアの方が少し表面がカリッと仕上がるかなって思ったんですけどね。そんなにムニエルにするぐらいであれば違いはないので、普通によくある薄力粉を使っていただくので全く問題ないと思います。フライパンには少しグレープシードオイルを加えてからバターを入れます。これはオイルは何でもよくてですね、バターだけですとすぐに焦げていってしまうので、すぐに焦げていってしまうというのはもしかしたらちょっと語弊があるかもしれないんですけども、焦げやすいので少し他のオイルを加えてその力を抑制します。そしてムニエルに大事なのは、この中火から弱火の間の火力ぐらいで泡をしっかりと消さないでかけながら焼き上げていく。ふっくらしたふわっとした柔らかい泡の中で火を入れるのが大事だと思います。この泡がなくなってきた状態、要は泡のないビールみたいな状態だと、あまりもうムニエルの一番いい形とは遠のいてしまうので、ビールの泡みたいな状態の部分をしっかりと使ってムニエルにするのが最高だと思ってます。はい。そしてここからそのままソースを作っていきます。さっきのムニエルで使ったバターを焦がしバターにして、そこに刻んでおいたアンチョビ、あとはレモン汁を加えてアンチョビ焦がしバターを作っておきます。ここでしっかりと攻め気味のブールノーゼットを作っておく必要があります。ひよってしまうとね、なんだかバターだけの間の抜けたソースになってしまうので、焦がした風味をしっかりと演出しましょう。そしたらアッシェにしたエシャロット、ケッパーを加えて弱火で少しだけ火を入れます。火力によってはですね、もうこの時点で火を止めて、余熱でレモンの果肉、あとは湯むきしたトマト、仕上げにですね用意しておいたクルトンと刻んだパセリを入れて完成です。それなりにスピードが求められるので、慣れないうちはクルトンはソースに入れないで後がけにすることをお勧めします。よし、塩いらんな。それではドレッセいきましょう。ムニエルにしたサーモンを乗せて、ソースはですねたっぷりその上からかけて周りにも散らしてあげるような感じです。ソースに加えたクルトンとは別にトッピングで上からもかけてあげます。これで食感に変化が加わってより一層楽しめる仕立てになります。ボナペティ。もうダメだ。そう。もうダメだ。かなりしっかりレアになってる。結構適当にやったんだけど。これ。うまし。これはうめえ。クルトンの食感がいいね。バターベースのソースって感じさせないぐらいすごくキレがある感じだって。
トマトが程よい甘さが出してくれてていいね、これ。レモンの酸味もいいしな。いや、何にしてもこれは最高だわ。うますぎだろ、これは、さすがに。というわけで、サーモンのムニエル、グルノーブル風でした。よかったらぜひ参考にしてみてください。今回もご視聴ありがとうございました。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。